さん元気なんですか？これね、もう4月の最後ですよ。最後もう5月になっちゃうんですよ。ちょっと早すぎるよね。そういうわけで今日も起きていない人は起きてくださいね。しっかり起きた人はニュースを見ていきましょうか。今日のニュースはこちらですね。今日もね、皆さん頭の上でガタガタ騒いでいる皆さんが今日の視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。皆さん今日もね、しっかりガタガタ騒いでくれていますね。やっぱ先週はね、私生配信の権限が剥奪をされていまして、月曜日からガタガタ皆さんできませんでしたからね。これもう今ね、みんなガタガタしまくってますね。これガタガタしてますね。やっぱガタガタがねえとな、週の初めからよ。ちょっと腕組みおじさんいますね。腕組んでますね。それではね、今日もね、いろんなニュースが入っているということですから、見ていきましょうか。今日のニュースはなんと朗報から入っていますよ。ただー、これ皆さんご存知の通り、桐生しこし念願のメンバーシップ解禁しました。嬉しい。これね、私ずっと待っていたんですよね。メンバーシップというのは YouTube の、簡単に言いますと YouTube のファンクラブのようなものですね。月に490円かかってしまうんですけども、こちらを払っていただいてメンバーというものになりますと、これね、ちょっと深い関係になっちゃうんですよね。ですとか、それだけではなく、これね、いろんなステップとかバッジとかが使えるようになるんですよ。今までね、YouTube の許可がなかなか出なくて、もうずっとこれしばらく無理なんじゃないかなと思っていたところなんですが、これ多分あれですね。私がYouTube の解禁、YouTube の生配信権限が剥奪をされて、その後戻ったんですけど、そのね、YouTube バーチャル刑務所からの出所ですね。これは多分出所祝いなんじゃないかなと思ってますね。というわけでね、こちらこのね、皆さんの名前の横にこのようなかっこいいバッジがつくようになります。メンバーに入ってくれました方はね、バッジがついたりオリジナルなスタンプが使えるようになります。入ってくれた皆さんありがとうございます。とってもね、このバッジとってもかっこよくて、長く入っていただきますと色が変わっていただきますので、Fuck you ココありがとうございます。そう、いろんな文字が使えて、そういうね、ちょっと腕組みおじさんをできたり、キユースプラッシュおじさん発言をしたい時もね、使えるスタンプなど私が書いたのでよかったらお願いしますね。これね、全然入んなくても全くもって楽しめるので、それは全く問題ないですね。それではね、こちら次のニュースに行きたいと思います。実はですね、この配信の権限が私先週まで剥奪をされていたのですが、こちらの原因にですね、ちょっとね、心当たりが実はあるんですよね。こちら無実の罪で服役をしていた桐生しこし、こちらの配信権剥奪、原因不明などと言われていましたが、こちら原因があるのではないかという心当たりが一つだけちょっと浮かんできたんですね。実はですね、このアセココライブ、こちらのアセココライブの枠、予約の枠ですね。この配信枠というのは前日の夜ですとか、深夜などに撮っておくことが多いんですね。なんですけども、いつもでも時間は決まってないんですよ。前日の夜の10時に枠をこれ作ったり、今日
今日はだいたい12時ちょっと過ぎくらいに作りましたかね。とか深夜の2時ぐらいになる時もありますし、全くもっていつでも私この枠を自由に勝手に作っているんですけども、このね、いつでもいつ立てられるかわからないこの枠に対して、これね、こうやってやるんですよ。適当ですよ、事前に。皆さんこういうの見たことあるでしょ。これに対してですね、なんとこの枠を立てました直後、もう約1秒後くらいにいつもですね、そういえばこれね、私忘れてたんですけど、3月の17日あたりから毎日このあそここライブの枠立て直後にこのドラゴン族封印の壺という謎のスパチャをされていたんですね。これしかも枠を立てた1秒後くらいにされるんですよ。あまりにも早いんですよ。私枠を立てる時間など言っていないですのに、夜の10時に立つかもわからない、深夜の3時に立つかもわからない、いつ立つかもわからない枠を立てた瞬間ですよ。立った1秒後くらいにドラゴン族封印の壺、これを実は私毎回やられていたことを思い出したんですよね。これやばいですよね。恐ろしいんですよ。あまりにもね、恐ろしくてですね、これ一番左の画像を見ていただくと、これ私がおそらく初めてされた時なんですね。枠を立てた瞬間にパンとこれが入ってきまして、枠作って1秒でスパチャは恐ろしいと書いたのは覚えているんですが、もうそれ以降毎回ですね、これ来ちゃってるんですよね。これちょっと怖いですね。これあまりにもこれ封印、しかも封印のツバですからね。私ドラゴンですから、これ封印させに来てますよね。これが原因なのではないでしょうかね。もちろんですね、これ本日のデュエルでもいたんですよ。これによって私ね、キリュウスイコシ、私じゃないですけど、キリュウスイコシの疑惑が確信に変わりました。見てください。こちら本日の枠を立てた瞬間の出来事です。ドラゴン族生配信権限封印の壺、これもう具体名出してますよ。これ封印しに来てますよ。これ封印しに来ちゃってるんですよね。これやばいですよね。これ相手これ AI ですかね。なんですかね。こ人間だとしたらやばいですよね。パソコンの前で私の枠が立つのを約 3,4 時間は待っているぐらいのこれ勢いがありますよね。これ AI かボットですかね。これちょっと怖いですね。これによってね、おそらくこれのせいで生配信の権限が剥奪されたのではないかと考えられているということですね。これに対し一度は封印されかけたスイコシは守備表示にされても効果は通る。ここは封印させない。これね、ドラゴン族封印の壺はね、守備表示にされるだけだから効果は通るから。というわけでね、ここは絶対に封印はさせないと固く誓ったようですね。これちょっと今後もね、動向を見ていきたいと思います。それでは次のニュースです。これはね、クソザコ速報が入ってますね。これ来ますよ。これ先日行われましたマリン船長宝生マリンパイセンの25万人記念突待ち、こちらですね、夜の12時頃に行われましたマリン船長の記念配信ですね。これ行われたんですけども、こちらの中でクソザコをやらかしてしまった人がいたようですね。こちらみんな見ましたかね。みんな見てますね。これ見てますよね。こちらですね、なんとヘラ様こと常闇 T ワシ、なんとブツブツの回線で突をし、あげく船長の私ね最近忙しいんですよという言葉に対しメンヘラムーブをかましてしまったということなんですね。これやっちゃいましたね。メンヘラムーブはいつものことなんですけど、これ記念配信でメンヘラムーブやっぱりかましちゃうんですよね。やっぱメンヘラはどこでもかましちゃうんですよね。こちらでですね、船長
突した際に船長に、最近どうよみたいな話になった時に、船長がね、私最近とても忙しくてと言った言葉に対し、忙しいならいいですよと言って早々に突を終わらせてしまった常闇 T 和氏。この後ですね、船長に常闇とは常に病んでるとわしですね。いつものことなんですけど、常闇とわしと命名をされてしまい、しかもこちらですね、これ SNS の名前これ変えちゃいましたね。これ常闇とわしということでね、再デビューしてしまったということなんですね。これクソ雑魚ですね。皆さんの意見はこれはクソ雑魚かわいい。これね、そのうちね、主語のないツイートし始めますよ。そのうちメンヘラってそうなんですよ。みたいなこと言い始めるんですよ。ああいうのって良くないと思うよねみたいな、そういう発言し始めますよ。ああいうののそういうね、主語がないんですよ。で、みんなにそれってどういう意味っていう風に思わせたいようなね、そういうメンヘラムード、これからきっとね、皆さん始まりますので、気をつけた方がいいのではないでしょうか。実はですね、これクソ雑魚を晒したのは常闇ヘラ様だけではなかったようですね。これ一体どういうことなのでしょうか。なんとこちら、これクソ雑魚羊こと角巻わためしですね。このわためし、こちら同じ配信の中で得意のモノマネで参戦をするもタイミングを誤りクソ滑りしてしまったということなんですね。これはちょっと皆さんの意見はこれはね、ちょっとね、これわためは悪いよね。これ事故しちゃってましたね。これ皆さんね、悲しい結末を見ていただいた方はね、知ってると思うんですけどね。ちくわ大名人入りましたね。これちょっとちくわ大名人、私今見えてますからね。これね、これね、バレてますからね。こちらですね、一体何があったかはもちろん詳しくは船長の配信を見ることが一番わかりやすいのですけれども、何があったかと言いますと、この渡辺氏が突をしていた直前の突ですね。こちらで、これちょっと別の事務所の方なので、ちょっと名前は伏せますけど、警視、別の事務所の某エイニマールの警視という方がですね、渡辺氏の直前に船長と話をしていたんですけども、その際に完璧なモノマネを披露、しかもですね、船長からの無茶ぶりも完遂をしていたんですね。船長もよう見とりますね。これ見られちゃってました。これまずいですね。これ船長に許可取ってないよ。船長はね、フリー素材だと思ってるんで大丈夫だと思いますけどね。このようにね、完璧なモノマネを披露し、無茶ぶりも完遂してしまったこちらの警視。そしてその後になぜか果敢にも同じモノマネで挑んでしまいました。クソ雑魚角巻わためし。これちょっと滑っちゃいましたね。これ滑っちゃいましたね。これは皆さんの方でね、しっかり確認をしていただきたいと思いますが、このダダ滑りに対し有識畜生の方に話を伺うと、危うく大やけどでジンギスカンになるところだった。これ有識畜生けど滑ってますね。これ滑ってますね。この大やけどでジンギスカン、これまた滑っちゃってますね。これ皆さんの意見はうまいこと言ったつもりか。怒られちゃってますね。これ腕組みで怒られちゃってますよ。これもう丸焦げだよ。滑りグラスダブル滑り。これちょっと見てらんないですね。次のニュースに行きましょうか。それでは次のニュースです。なんとこちら桐生水越のマネージャーですね。新しく変わりましたホロライブ新入社員。これ今月の1日に入社をしましたマネージャーね、初給料が出たようですね。これ皆さん一見マネージャーの給料と
かどうでもいいなと思うかもしれませんが、まあ私も死ぬほどどうでもいいんですけども、まあマニキュアがね、ちょっとね、これね、あまりにも草を生やして突然言ってきたのでね、どういうことですか、どういうことだと聞いたところ、なんとこちらですね、差し引き支給額、なんとですね、2162円、2162円。しかもこちら、C 氏の出社配信で全額スパチャ、全額スパチャをしてしまうほどに少なかったようですね。これちょっと私ね、フリップをね、フリップオチを最初に出しちゃったんだけど、こっちを出すつもりだったんですけど、まあいいか。まあいいんだよ。これの後にね、これ出すつもりだったんだけどね。まあこれね。リハーサルをしてないとこのようなことが起きるのではないでしょうか。なかったことのように進めさせていただきます。なんと2162円。これね、やっぱね、これね、やっぱり例の COVID-19、例のバイラスによってちょっとね、出勤ができなかったりなどの事情が重なった結果だと言ってはいますけれども、これ闇を感じますね。これあまりにもこれちょっとやばいのではないでしょうか。そしてなんとこれをですね、 C 氏の出社配信で全額スパチャしてしまったということなんですね。まああまりにもね、あまりの少なさにね、ちょっとね、もうどうでもよくなっちゃったんですね。もう全額スパチャ、まさかの会社からもらった金を会社に返していくスタイルだったら、私にそのまま手渡してくれてもよかったのではないでしょうか。これについて有識者は2000円サンドバッグ、これあれですね、これも2000円のサンドバッグですね。ホロライブのマネージャーっていうのはね、もちろんキャバクラで働く黒服のようなものですね。基本的にジョーのサンドバッグですからね。こうなっちゃいますよね。皆さんの意見は草ですよね。それでは次のニュースです。2160年これ入っちゃいましたね。これもうマネージャー超えちゃいましたね。これスペチャ入っちゃいましたね、これ。次のニュースです。皆さんこれね、ご存知の方もいるかもしれないのですが、今後ですね、こちらの朝ここライブ全編英語の字幕が後から追加をされます。 English subs here we go ということでね、これ実は私が逮捕されていた、逮捕服役をしていた先週のいつだったかな、月曜日の朝ここからですね、字幕が入っています。皆さんの意見は We thank you ココ様 Yes いいですね。やっぱこれね、皆さんに楽しんでいただきたいんですので、もちろんしばらくちょっとね、この放送終わってしばらく経ってからになるので、字幕をね、私も今これ自分で何喋るか全く用意していないので、これをね、字幕にしていくということですからね。確かなんとここで視聴者のリークが入りました。なんとですね、この朝ここの後から追加されます英語字幕に対して、なんと桐生組の中国支部、なんとこちらビリビリの桐生ココ翻訳組がですね、字幕作成 RTA を仕掛け負けていたことが分かったんですね。こちらまさかのですよ。皆さんこちらをご覧ください。会長こんにちは、ビリビリ桐生ココ翻訳組です。最近会長が朝ここに英語字幕を作り始めました。我々は会長と字幕作成 RTA をしたんですけど、なんと翻訳組の皆さんが負けてしまいましたらしいです。これ負けちゃってますね。これ負けちゃいましたね。皆さんこれ、皆さんの意見は嘘だろ。これですね、これ敗北時のこちら会話がちょっと面白くてですね、これよく見たらエフェクトもあってくさ。嘘だろ、エフェクトまで嘘だろ。負けた、徹底的な敗北負けた、 We lost Guess we'll die もう死ぬしかないなどと、あまりにも絶望しているようですね。中国人力死なないでよ。 Guess we'll die 死ぬしかないって、ちょっと力入れすぎ。これはまさに国際
はですね、そんなにお互い成績は互角の模様ですね。そしてこちらが中国翻訳組が勝利。私のこの朝ここライブの動画により中国組の方の方が早くつけられた時ですね、字幕を。その時がこちら。おやクソザココ、クソザココ、キリアクソザココ。結果ってんのかよ。というわけでね、ちょっとね、これね、戦い始まっちゃってますよね。これ万里の長城入ってますね。これ生やしちゃいましたね。これに対し朝ここ P はなんとね、これ朝ここ P 50キロの上着を脱ぎ捨て勝負やろうや。これ始まってますね。今後の勝負が気になるところですね。それでは次のニュースです。なんとゲボヤマ速報のですね、続報が入ってますね。これなんとですね、こちら以前もニュースにいたしました。こちら高性能アヘ顔ことロボコさん、あそここライブで NG レベルのアヘ顔を披露してしまったこちらのですねロボコさんなのですが、やっぱりね、視聴者の皆さんがですね、やっぱこのモザイクの下を見たかったようですよね。なんとあまりにもモザイクの下を見たすぎた視聴者によりアヘ顔考察が始まってしまったようですね。こちら視聴者の方、自由にですね、アヘ顔、このモザイクの下を予想しているようですね。これ愉快です。入っちゃいましたね。これ愉快中来ちゃいましたね。これなかなかいい線いってるように見えますが、これに対し実際にこちらのモザイクの下を見たことがある有識者によりますと、もっとひどい、これよりもひどいということですね。これね、皆さんもうちょっとひどいのでね、もうちょっと想像力をね、ぜひ働かせていただいて、しっかりとね、アヘ顔をね、皆さんね、こう脳内で完成をさせていただきたいと思いますね。ちなみにですね、アヘ顔といえばですね、ちょっと現在ですね、朝ココウィークを多量にしたことにより朝ココ商品をゲットしました。こちらの A ちゃん氏がですね、ちょっとまずい状況にあるということだけお知らせをしておきます。ちょっとダブルピース入っちゃいましたね。これアヘ顔ダブルピース入っちゃいましたね。これいけないですね。それでは今日の天気はこれ滑り羊ね、もう自分の肉そぎ落として焼いちゃいましたね。これ天気かけっつったんだろ、おいというわけで本日のサーバーたちのパスワードはアヘ顔 AHEGAO ということで、時間過ぎちゃったよ。ちょっとニュース作りすぎちゃって、それでは皆さんおはようございました。決めるタイプの朝ここやりすぎの運動ですね。FUCKME あれ半分はもう死んでんで、これはクソザコ